んこんにちは、かっちゃんです。にゃがいも。ということで今日は長芋を使いながら焼いて調味料に和えるだけ、長芋だけで驚くほど美味しい明太マヨ長芋を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。長芋 250g を水できれいに洗い流したら皮を剥きます。皮を剥くときキッチンペーパー使うと滑りにくくぬめりも取れるので、キッチンペーパー使いながら剥いてみてください。皮を剥いたら3センチ幅ほどの棒状に切ります。長芋を切り終えたら酢小さじ1、塩少々加え全体になじませます。調味料をなじませたら調理用袋に片栗粉大さじ3と切った長芋を加え、空気を入れて袋の口を閉じ、長芋に片栗粉をまぶします。長芋に片栗粉をまぶしたらフライパンにサラダ油をひいて温めます。はい、では温まってきたら中火にしてフライパンに長芋を並べます。くっつきやすいので長芋は間隔空けながら並べてください。では焼き目がついて固まってきたら返しながら全面に焼き目がつくまで焼いていきます。全体に焼き目がついて衣が固まってきたらボウルに取り出しておいてください。はい、では今こんな感じに焼き終わりました。はい、では長芋を加熱し終えたのでマヨネーズ大さじ1、今日は市販の明太子じゃなくてこれよく使ってるんですけど、あかりというふりかけを使っていきます。ではあとここにあかりを小さじ1/2ほど加えて、醤油も小さじ1/2ほど少量加えたら全体をよく混ぜ合わせます。少し味が薄く感じるときはあかりで調節してみてください。では全体に調味料をなじませたら完成なので、あとはお皿に盛り付けていきましょう。ではお皿に盛り付けたら、あとお好みで全体に粗挽きの黒胡椒と乾燥のパセリを散らして食べてみてください。OK。はい。ではこんな感じで長芋だけで驚くほど美味しい明太マヨネーズ長芋の完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回は長芋だけで驚くほど美味しい明太マヨ長芋を作ってみました。それでは本日は贅沢絞りりんごで乾杯。乾杯。アポ。じゃあ早速いただきましょう。今回は夏場に結構スーパーこれもよく売られてる野菜なんですけど、長芋たっぷり使いながら、ほんと焼いて調味料と和えるだけでめちゃくちゃ美味しく食べれる明太マヨ長芋を作ってみました。じゃあもうね、味しっかりついてるのでこのままシンプルにいただきます。じゃあいただきます。
明太。めっちゃ合う。長芋を棒状に切りながら、周りに片栗粉をまぶして、フライパンで焼くことによって、長芋って生で食べるとシャキッとしたような感じなんですけど、火を通すことによって、ちょっと生で食べるとはまた違った、ホクッとした食感が出て、すごく美味しく食べれます。で、片栗粉をまぶしつつ、外側をしっかりカリッと焼き上げて、調味料を和えることによって、外はカリッとしながら、しっかりと調味料が全体に絡んで、美味しく食べれます。で、味付けはマヨネーズと醤油、明太子の相性が良く、明太子はもう市販の普通の冷蔵のもの使ってもいいんですけど、私よく動画で使うあかりを使いました。ほんとあれすごく便利で、結構しっかりめに味がついているので、少量で味も決まりながら、前まではダイソーで買ってたんですけど、最近ね、近所のスーパーめちゃくちゃ売ってるようになってて、ほんと買いやすいですし、買い置きもできますし、手軽に簡単に美味しく作れるようなレシピになってます。若干フライドポテトの長芋版みたいな感じでもあるので、プラスしっかり味付けもしてあって、ほんと長芋だけですごく美味しく食べれるようなレシピです。で、調味料を絡めると結構この調味料が衣に馴染んできて、時間が経つとちょっとふにゃっとなってくるので、できれば焼いた後、タレ絡めたらすぐに食べてみてください。すぐ食べていただいた方が、衣はカリッとしながらタレが全体に絡んで美味しく食べれます。ほんとこれでつまみもいけるし、もうこれでご飯のおかずにもなりますね。結構上がりがしっかりめに味を出してくれるので、メインがちょっと少なめで、ちょっと副菜欲しいなっていう時とかにもすごくおすすめのレシピになってます。はい。ということで今日は旬の長芋をたっぷり使った明太マヨ長芋を作ってみた動画でした。焼いて調味料を和えるだけで、外側はカリッとしながら、口当たりのいい明太マヨが衣に絡んで、すごく美味しく食べれるレシピになってます。私ほんと長芋すごく好きなんですけど、そのまま生で食べても美味しいんですけど、火入れすることによって、また違うこのホクッとした食感がすごく美味しいレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方は、グッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、長芋。仮北は正義。